だから自分一人ではなくて仏様の力をお借りして自分を見つめていけばよいと、こう仏様は教えてくれるわけです。ここで方便という言葉が出てきます。つまりは見返りを求めない心だと、そういうふうに言われています。はい、皆様こんにちは。法華経の話第34回です。お彼岸の季節となりました。彼岸の時期は年2回でございますが、とてもいい時期ですね。季節の変わり目で自然を満喫できる時でもあると思います。ただ、疲れも出やすい時期ですので、大事にお過ごしいただければと思います。では、今回のお話です。今回も方便本の続きとなります。前回は瞑想状態から立ち上がった釈尊が舍利仏に、仏の知恵は人々広大で、二乗のあなたたちでは難芸難入であると告げるところまでお話をしました。これは何も釈尊が二乗たちに意地悪をしているのではなく、どこか自分を偉大なものであると勘違いしてしまった二乗たちに、自分自身というものを悟らせるためのご教示であるとお話をしました。何でもそうだと思うんですけども、自分の立ち位置や実力を自分自身が認識しているというのは、その後の自分の成長にとってとても大事なことですね。成長と言わず、自分の生き方にも関わってきます。何をやってもうまくいかないと嘆く人がいますが、本当にうまくいくだけの力を自分が持っているのかということを、自分自身がちゃんと判断しているかが、これ結構大事なことだと思います。できるはずなのにと思って失敗するのと、できないけれども挑戦してみようと思って失敗するのとでは随分違うからですね。しつこいようですが、これは法華経の成仏観にも関わってくることなので、今後も何度も申し上げていくことになるかと思います。自分をしっかりと見つめる。でも、自分を見つめるのは他人を批評するよりとても怖いことです。だから自分一人ではなくて仏様の力をお借りして自分を見つめていけばよいと、こう仏様は教えてくれるわけです。さて、なぜ仏と二乗にはそんなに歴然とした差があるのでしょうか。それは仏様が大変長い時間、多くの仏様に帰依し、多くの修行をしてきたからだと、こう説かれています。未曾有の法を成就したので、それぞれの主情に合わせてふさわしい教えを説くことができました。それだけ仏様の導きというのは巧みなので、二乗ではなかなか仏様の意図するところを推し量ることができません。ですから仏の知恵は難芸難入であると仰せなのです。そして釈尊は舍利仏に次のように仰せになります。舍利仏、我成仏しておりこの方、種々の因縁、種々の比喩をもって広く言教を述べ、無種の方便をもって主情を引導して諸々の弱を離れしむと。こう仰せになるんですね。舍利仏よ、私は仏となってから今日に至るまで様々な由来や比喩を用いて広く教えを説き、また数えきれないほどの教家の手段によってあらゆる者たちを仏道に導き、多くの執着を捨てさせてきたと。ここで方便という言葉が出てきます。方便は巧みな教家の手段という意味でして、真実に導くための過程になります。私たちのようなものでは真実に導くためとはいえ、人々を巧みに教化することはできません。ですが仏様はそれができるわけですね。なぜかといえば、こう仰せなんです。ゆえんはいかん。如来は方便と知見原光と皆すでに具足せり。なぜかといえば、如来は巧みな教化の手段とそれを用いる知恵を十分に身につけているからであると。こういうわけです。つまり仏様は闇雲に人々を導いているわけではなくて、しっかりとした手段とその手段を使う場面を心得、
またそれを十分に用いるだけの知恵を持っているというわけです。そんな知恵があったらいいなと、自分も欲しいなと思います。そういった仏様の知恵というものはどういうものであるかというのが次のように説明があります。シャリホツ、如来の知見は広大にして人論なり。無量、無下、力、無所依、禅定、下脱、三枚あって、深く無彩に入り、一切の未曾有の方を成就せり。シャリホツよ、如来の知恵は広く大きく、非常に奥深く、計り知れない福徳を生じ、自由自在にして、十種の働きを持ち、法を説くに恐れなく、瞑想して心を鎮め、迷いから脱し、精神を統一して心身を平安にして、際限のない境地に深く入って、未だかって誰もが達し得なかった法を獲得したからであるというわけですね。ここで出てくる無量、無下、力、無所依、禅定、下脱三昧は今までの動画の中でもお話ししてきましたが、ここで全部を説明すると大変長くなってしまいますので、ここではこの無量についてお話をしようかと思っております。この無量についてはいくつか解釈があるようでございますが、その解釈の中の一つとして死無量心というものがございます。4つの測ることができない心ということです。その4つは次の通りですね。まず1つ目は自無量心です。慈悲の慈ですね。至上に楽を与えることが無料なこと。慈悲の慈というのは衆生の心を安穏にさせるということですね。安心を与えてくれるという、そういう心です。2番目が非無量心です。衆生の苦しみを除くことが無料なこと。慈悲の非は悲しみを取り除いてくれることですね。悲しみに寄り添ってくれるとも言えると思います。慈悲というのは安心を与え、悲しみに寄り添う心のことを言うわけです。もうそう聞いただけでありがたい気持ちになりますね。3番目は、喜無量心です。衆生に楽があるのを妬まず、心から喜ぶことが無料なことと、そういう心ですね。この先に挙げた2つの慈悲の行為を喜んでする心です。いやいや慈悲の行為をされたら、される方も嫌ですよね。いつもどんな時も喜んで安心を与え、悲しみに寄り添ってくれるわけです。仏様というのは、ここまで聞いただけでも本当にありがたい心をお持ちなんだなというふうに思います。ですが最も大事なのは最後の捨無量心だと言われています。捨無量心。これは差別の相を捨てて平等に利することが無料なことという心です。これはちょっと難しい解釈なんですが、つまりは見返りを求めない心だと、そういうふうに言われています。私たちが何か他人に対して施しをするとき、どこかで見返りを求めるようなところが、これはあると思います。あの人お世話してもありがとうも言わないわ、なんてことがありますよね。もちろん、ありがとうを言うことはこれは大事なことです。ですが、仏様はその他者に対して別にありがとうという心も求めないというんですね。ただ、分け隔てなく安心を与え、悲しみに寄り添い、またそれを喜んで行い、そして見返りを求めない。だから仏様はすごいということになるわけです。仏と聞くと、私たちは何か特別な能力があるように思いがちです。ですが、実際のところ、私たちがこうであったらいいなというような理想の姿を自然と行うことができるということが、ある意味、仏であるゆえんであると思います。ですから簡単なようでとても難しいことをさらっと行われますし、私たちには到底、なかなか真似できない。それこそ難下難流なんだと思いますね。ですが、少しでも真似をさせてもらえるように心がけていきたいとは思います。
さて、ここまで釈尊は舍利仏に仏の姿と仏の知恵の広大なる様子を伝えた上で、突然舍利仏よ、これ以上解くことはできないとこう伝えます。これまたいきなりとなるのですが、これは別に本当に説法をやめるわけではありません。ここから大事なことが説かれるので、そのステップとして一度間を入れるという、そういう感じです。そして説かれるのが諸法実相と流如禅になります。それは次回の話とさせていただきます。では本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。